皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモリジです。今回は2024年8月に東京ビッグサイトにて開催されました国際鉄道模型コンベンションにて取材させていただいた B 作さんの作品をご紹介します。 B 作さんは国鉄時代の四国の非電化路線を中心にビートレの走行レイアウトを制作されています。ご存知の方も多くいらっしゃる有名モデラーさんで、ジオラマ担当の私アトリエモリジも制作方法を教えていただいたり、特に福島交通平野駅ジオラマでレイアウトコンペ用の写真撮影中に太陽の熱で道路が波打ってしまい途方に暮れていたところにご助言をいただいたり、大変お世話になっています。 B 作さんの作品は緻密な観察から来る作り込みが素晴らしいだけでなく、お人柄がわかるユーモアあふれる作風が特徴です。 B 作さんご出演ありがとうございます。 B 作さんの2024年の最新作が回転寿司桶 B 作村レイアウトになります。寿司桶の部分にはコントローラーが内蔵されていて、このように車両を左右どちらの方向にも走行させることができます。エンドレスを車両がぐるぐる回り、途中には超精密な点灯式の踏切もあります。寿司桶の上にエンドレスが敷かれた素敵なレイアウトになっています。このレイアウトのただものならない特徴が、寿司桶のベースにレコードプレイヤーを活用した機構が搭載されていて、ベース自体も回転することです。このように作詞と見まがう姿を満喫することができます。これ面白い。回します。これご覧ください。これ動画全く加工してないんですよ。車両の速度調整だけじゃなくて寿司桶の回転速度も調整できるっていう面白仕様になってるんです。初めて見た時私大興奮でずっと見てました。面白いとか連発してました。これ楽しい。これすごくないですか？やば。何これ。あ、すごい目が回る。すごい。これ車両だけじゃなくって寿司桶もリバースするので、目が回るだけじゃなくって頭も混乱するっていう、もうただものならないセンスが輝く一品になってます。さらにすごいびっくりすることに、情景一つ一つ細かいところがリアルなんですよ。だから秀逸な情景ジオラマにアトラクション要素がふんだんに込められてるっていう、車両も自在に方向転換できて、寿司桶も自在に方向転換できて、目に入ってくる情景が全部リアルでって、もうこれすごいです。一見の価値があります。 B 作さんが意識されたこと、そして一押しポイントってことで伺ったんですが、ジオラマの全ての面が正面なので全部手を抜かないで作ったっていうことでした。いや本当に納得です。制作工程は X で公開されてます。各工作や見どころの詳細は B 作さんの X アカウントを貼りましたので、むしろそちらをご覧ください。そして皆さんジャム会場で一回ご覧ください。本当すごいです。ここからはジオラマ制作担当の私アトリエモリジ目線のレイアウトの見どころをご案内します。まず目を引くのがコンクリートの表現です。ジオラマ橋の擁壁表現やコンクリート橋脚、橋台、そして橋桁、この表現私もできるようになりたいです。思わず触りたくなるような立体感です。そして隧道のポータル、ケーブルの配線もリアルですがコンクリートの表現も素晴らしいです。トンネルの反対側です。このツタの表現も素晴らしいです。こうした細かい工作がジオラマの説得力を増してくれると思いました。石垣の表現も素晴らしく、こちらの石垣は枠材のマスに1個ずつ石を接着して再現された力作。一個一個石の表情の違いが説得力があります。レイアウトには集落があり、その背後に山があります。その山を道路はトンネルで抜けて、列車は岸壁側を通り山を避けます。小さなスペースにこれだけの情景セクションを整合性を持って再現することはとても難しいと思いますので、その点もこのレイアウトの見どころです。水辺は清々しさを感じることができ、四国の水の透明度が見事に再現されています。プラ板の水面の上下にカットした地面や橋脚をサンドするという難易度の高い、でも決まるとすごく綺麗という随所に技術力の粋が散りばめられていて、岩肌の表現、橋脚の表現、そして枕木の表現、全てに仕事がされています。まさに匠の技なんだなと驚きです。橋梁のサイドビューです。集落トンネルの位置関係がお分かりいただけると思います。左手に樹木が植えられていることで集落が見えないようにする目隠しの役割になっています。また岩肌と山で右手に続くコンクリート橋エリアを隠し、
集落の踏切は木とうっすら見える建物に隠れて全く見えなくなっています。橋梁はリベット表現だけでなく、枕木の脇の木目、表記類もしっかりと表現されていて驚きの連続でした。集落には2軒の商店がありました。傾斜地に立地していて2軒のグランドラインが異なります。側溝も再現されているので、水流大好きな私にはとてもワクワクするゾーンでした。画像左側が高く、画像右側が低くなっています。これ作るの大変だったんじゃないかな、でも楽しかったんだろうななんて思って見ていました。右手の B 作商店の店先には側溝の上にコスモスの自動販売機など2台の自動販売機が設置されています。コスモスの自動販売機というのは昭和あるあるでおもちゃの自動販売機だったと記憶しています。とっても懐かしい光景でした。そしてなんと言いますか、やっぱりと言いますか、傾斜する側溝は完成後にはうまく撮影できないようです。集落を抜けた道路は踏切で線路と交差します。画像では全く分かりませんが、この踏切 B 作さんの自作で既製品の踏切キットよりも細く、かなり繊細な作りに驚きました。道路は踏切を越えると今度は下り坂に変わるところも感動しました。道路、線路、地面、どれをとっても繊細に作り込まれていることがお分かりいただけるかと思います。アスファルトの端の箱ぼれ感といいますか、ボロボロ具合といい、白線のかすれ具合といい、後からこのように動画編集していて初めて気づくこともたくさんありました。スポットの拡大画像だけ見るとビートラのレイアウトに見えないのも特徴です。勾配区間のつづら折りが見事に再現されていて、道路脇の側溝の表現、擁壁の作り分け、道路の白線のかすれ具合、勾配の一番下の部分にあるグレーチングなど、山道あるあるがギュッと凝縮されています。また橋脚の下部にはしっかりと谷が作り込まれていて、思わず覗き込んでしまいました。道路の面に視線を落とすと既視感のある光景が広がります。 B 作さんは昭和の懐かしの某メーカーのコントローラーのミニチュアを制作されています。なんと手のひらサイズです。このコントローラーのミニチュアは本当にコントローラーとして機能します。中を開けると 9V 電池が内蔵できるように設計されています。背後にはダミーの懐かしの端子が再現されていて、その脇にフィーダー端子があります。このコントローラーを知る人にとってはニヤニヤの仕上がりです。なんと黄色いブレーカーボタンを押すことができます。この後私も触らせていただきました。そうそう、この感触なんて思いながら初めて感電したのもこのコントローラーを分解した時だったななんてほろ苦い記憶を蘇らせていました。本当楽しいギミックでした。ご覧のようにしっかりとコントローラーとして活躍してくれます。実際のコントローラーをアレンジして制作されたそうで、電源スイッチがディレクションスイッチになっているそうです。続きましてご存知の方も多くいらっしゃる国鉄 B3 線レイアウトです。 B 作さんは四国にお住まいですので、予算線をオマージュしたネーミングかなと勝手に納得していました。レイアウトの左手は3時になっています。山の樹木のサイドが落ち着いていて、灰色は複数の色合いを散らすことで雰囲気を演出されています。レイアウトの右手の奥には四国らしく棚田が広がります。線路はエンドレスな配置で、線路の内側には商店長屋が設置されています。長屋だから間口がたくさんあって、これだけで4軒分の建物と同じ役割をしていて集落感を演出してくれています。ほんと上手ですよね。手前には駅があります。線路の周辺の地面の高さが均一ではないので、それだけで嘘っぽさがなくなります。そして何よりも山のふもとに川を配置して、山岳エリアと棚田と集落部分の情景の整合性を整えているところが、これ凄まじくすごいです。こういうセンス私も身につけたいです。山を抜ける隧道のポータルとアーチ橋のコンクリ感、やっぱり素晴らしいの一言につきます。アーチ橋を渡ると駅になります。駅舎の脇には便所が再現されています。ちゃんと周期抜きも抜かりなく作られています。個人的には内部も気になるところです。後日 B 作さんに伺ったところ、便器のない昔ながらの壁式小便器が再現されているとのこと。残念ながら撮影した画像には映っていませんでした。駅には腕利式信号機も再現されています。ここだけ見るととてもビートレ用のレイアウトには見えません。
駅部分の線路が築堤になっていて、その下には水田があって稲が立体的に再現されています。この築堤の緑と水田の緑のコントラストもすごいなって思いました。水田の山側には用水路があります。そして用水路には水田への導水口が再現されていることに動画を編集していて気づきました。用水路には水門が再現されていて、水門のハンドルを回す農家さんが再現されていました。ほんと芸が細かいですよね。四国の清流が見事に再現されています。アーチ橋もかっこいいですし、素晴らしいです。川には吊り橋も再現されていました。岩肌の再現もさることながら、この河川の曲がり具合、地理学出身の私にはたまりません。このボックスカルパートをご覧ください。もうほんとこういうの大好きです。私もいつかこのような可愛いボックスカルパートを作ってみたいです。棚田の石垣も本物の石を使用されています。棚田の制作方法は B 作さんが X で公開されていますので、ぜひぜひご覧ください。最後にレイアウトの全体をご覧いただきます。皆様もジャムで本物をご覧になってください。ここまでご覧くださいまして誠にありがとうございました。B 作さん、撮影にご協力いただいただけでなくご出演もありがとうございました。